今回は、日本で車を運転する際の交通ルールについて、私の体験を交えてお話ししていきます。合わせて、日本と外国での運転の文化やルールの違いについてもお話ししていきます。この動画を見ることで、日本で車を運転するときに気をつけなければならないマナーや基本ルールがわかります。初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントを学べます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。日本で生活する中で、私は車を運転することもあるのですが、日本の交通ルールに初めは戸惑い、運転を怖くも感じました。観光で日本に来て、車を運転する方もいるでしょう。この動画を最後までご視聴いただくことで、私が初めて運転を体験した時に感じたことや、困ったことなどがすべてわかります。外国人目線で、事前に知っておきたい交通ルール。安全に、ゆとりを持って運転したいという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介する体験談は、運転前に守ることについてです。一歩間違えたら、危険なこともある運転。運転を始める前に、しっかりと決められた準備をしなければいけません。私がまず驚いたのは、日本ではシートベルトの着用にとても厳しいことです。もちろん、安全のためですが、運転席、助手席だけでなく、後部座席も含め、すべての座席のシートベルト着用が義務付けられています。車の中まで見えないだろう、と思っていたのですが、そんなことはありません。私が信号待ちで停車していた時のことです。足元にスマートフォンが落ち、それを取るために手が届かないのでシートベルトを外しました。そして体を起こした時に隣を見るとちょうどパトカーが並んでおり、シートベルトを締めていない私をじっと見ていました。もちろん、すぐに閉めたので罰金などを取られることはありませんでしたが、車の中だから平気ということはありません。それに、安全のためです。私が後部座席にスーパーの買い物袋を積んで運転していた時のことです。運転中は思わぬ時にブレーキをかけるものです。自分が安全運転をしていても、周りの状況で急ブレーキを踏むことがあります。私の目の前の車が突然、ブレーキをかけたため、私も慌ててブレーキを踏みました。その時に、後部座席の買い物袋がすべてひっくり返りました。家に着いてからバラバラになり、足元に転がったものを拾うのは大変でした。買い物袋にシートベルトをつけるルールはありませんが、これがもし人だったら、と、怖い想像もしました。また、5歳までの子供は、チャイルドシートを使うことも義務です。子供の安全を守るためにも、絶対に守らなければいけません。もう一つ、日本でとても厳しい交通ルールに、
飲酒運転の禁止があります。私はお酒に弱いので、少しでも飲むと、酔っ払ったな、運転は無理だな、と思います。ただ、お酒に強い人は、運転できる、と思うことがあるようです。本当に危険です。お酒に強い人も、飲酒後は、ふわふわした気分になると思います。普段より絶対に注意力が落ちているので、飲酒運転はしてはいけません。日本では飲酒ではなく、酒気帯びと言って、ほんの少しでもお酒を飲んでいることが分かったら、厳しく罰せられます。また、運転していた本人だけでなく、一緒に乗っていた人も罰せられることがあります。飲酒後の運転は、本人だけでなく、一緒にいる人も全員で止めなければいけません。飲酒運転についての体験談はありませんが、それが元で起きた悲しいニュースをたくさん目にします。だから、運転する前にお酒を飲んではいけません。前日に飲んだお酒だとしても、お酒が残っていることがあります。運転する予定があるときは、お酒の量に十分注意しましょう。私の母国でも、シートベルト着用や飲酒運転に対して、とても厳しいので、ドラマなどでも、それらを違反したシーンは映りません。世界的に社会問題になっているのだなと、日本での厳罰化を見て思います。さて、運転する準備は整いましたか？次の体験談は、車の走行車線についてです。日本では、車は道路の左側を走ります。これは、しっかり体で覚える必要があります。左走行に合わせて、日本の車は運転席が右側にあります。時々、外車などで運転席が左側にあることがありますが、基本的には右ハンドルです。私の母国では、左ハンドルの右側走行なので、日本のこのルールに慣れるのには、時間がかかりました。周りに車が走っているときは、それに合わせて普通に走れるのですが、私は今でも、周りに一台も車がいない場所を走るときは、車線を間違っていないか、急に不安になることがあります。その時は、とても緊張します。一度、危険な体験をしました。その時は、中央分離帯のない道路を走っていました。山の一本道みたいなところです。そして、反対側から車が来ました。狭い道だったので、お互いに避けて、すれ違う必要がありました。その時、私も相手も、左側に、車を寄せなければいけませんが、私はつい、右側に車を動かしてしまいました。相手の車も同じ方向に動きます。危うく、ぶつかるところでした。私自身びっくりしましたが、相手もすごく驚いたと思います。そして、すれ違う時に、相手からきつく睨まれました。それも怖かったですが、私が危ない運転をしたので私の責任ですよね。その時の心臓のドキドキは今でも忘れられません。本当に危なかったです。この体験のように、右側を走る習慣のある場合、ふとした時に、左走行であることを忘れそうになります。
皆さんも運転するときは、集中してハンドルを握り、左走行に慣れていってくださいね。ここまで左走行の紹介をしてきましたが、走行車線について、もう一つ体験談をお話しします。それは、バス専用レーンについてです。道路によっては、一番左側の車線が、バス専用の車線であることがあります。一日中バス専用である場合は、わかりやすいかもしれませんが、時間が決まっている場合もあります。バス専用レーンは、一般の車は走ってはいけません。私が地方旅行で車を走らせている際、夕方5時くらいだったと思います。慣れない土地でもあったので、周りの車が追い抜いていけるよう一番左側を走っていました。そうすると、歩道に警察官が立っていて、赤く光る棒を振っています。私を右のレーンに移動するよう誘導しているのです。よく見ると、その一番左のレーンには、朝の時間と夕方の時間が書かれており、その時間はバス専用であることが示されていました。通勤や通学にバスを使う人もいるため、ラッシュの時間には、バスが遅れることのないよう、専用レーンとするようでした。交通量の多い道路だったので、警察がそのように誘導しないと、ルールを守らない人もいるのかもしれません。バス専用レーンは、バスしか走らないので、一見空いているように見えます。ただ、バス専用の時間は、一般車は走らないことがマナーであり、ルールです。また、バスは大きいので、もし無理にバスの前などに、一般車が割り込んでしまうと、自分自身も危険ですし、バスの運転手や乗客も、危険にさらすことになります。安全のためのルールなので見知らぬ土地に行っても、案内表示をしっかり見て気をつけなければいけないな、と思いました。次は、信号の種類についてです。信号には、赤、青、黄の3色と、曲がる方向に向けた信号もあります。車、歩行者のほか、自転車専用の信号や、路面電車用の信号もあります。日本には信号が多く、複雑です。この章を主張することで、信号を見るときのコツがわかります。わかっていても、複雑な信号です。日本の信号をしっかり理解すれば、運転に余裕が生まれると思います。日本にもたまにありますが、国によっては信号ではなく、ロータリーでの方向転換が主流なこともあります。ただ、ロータリーは地元民にも難しいものがあるらしく、それを考えると、信号は誰にでもわかりやすい、安全なシステムかもしれません。私の母国でも、ロータリーはそれほど普及していないので、信号の方がわかりやすいです。ただ、少し複雑なのは、日本の信号は赤信号がついていながら、青い矢印が点灯していることがあります。この矢印は、進行方向を意味しています。もし、あなたがまっすぐ進みたいときに、信号は赤、でも
まっすぐを指した矢印が青く光っている場合は、まっすぐ進んでよいです。右折や左折も同じです。赤信号でも、進みたい方向の青い矢印が光っているときは、それは進んでよいです。私がよく通る道に、いつも赤信号で、青い矢印で、進め、止まれ、を示している信号があります。よく通るのに、その信号が完全な青色に変わったところを、見た記憶がありません。私は知っている道だから不安にはなりませんが、この道を初めて通る人がいたら、この信号になれないかもしれない、と思います。そんなことを考えると、私の運転も慎重になります。青い矢印は出ているけど、安全運転で速度を上げすぎずに進むようにしています。そして、今でも私が慣れないのは、路面電車が走っている道の運転です。日本には、路面電車が走っている道路がいくつかあります。車のすぐ横を走る様子は、風景としてはとても新鮮でワクワクします。ただ、そんな時も安全に楽しめるよう交通ルールを覚えましょう。路面電車の信号は一般の車とは別になっています。路面電車は黄色い矢印の信号に従って走っています。私たちが路面電車を運転することはおそらくないと思うので、路面電車の近くを走るときに気をつけなければいけないことをお話ししていきます。まず、路面電車の乗客の動きには気をつけてください。バスの場合は、乗客は必ず歩道に降りますが、路面電車の停留所は、道路の中央にあることが多いです。もちろん、横断歩道がありますが、乗客が突然、道路を渡ろうとすることもあります。危ないので、注意しましょう。また、電車の踏切と同じで、路面電車の線路内で車を停車させてはいけません。私が路面電車の走る街に車で訪れた時のことですが、路面電車の線路の向こうに私の目的地がありました。信号は青です。私は右折しようと進みます。道路の中央を路面電車が走るので、対向車線の手前に線路があります。路面電車が来る前に、と。私は車を進めます。しかし、対向車が来ました。思わず止まります。しかしそこは、線路の上、とても危険です。対向車が通り過ぎ。私はすぐに右折できましたが、その時に路面電車が来ていたらとても危なかったと思います。今でも路面電車と並んだ道を走るときは緊張します。できるだけ前の車の真似をして進みます。一番先頭にはなりたくないです。そのくらい私は今でも苦手意識がありますが、路面電車のある景色は好きなので。また、その街をドライブしたいと思っています。さて、次の章では、車用の信号について、もう少し詳しくお話ししていきます。信号の仕組みを理解していないと、いつまでも青信号にならない、なんてことがあるんです。
それでは目的地にたどり着けません。次の章も視聴して、信号の仕組みを理解してくださいね。一つ前の章では、車以外の信号も含め、種類について紹介しました。次は、車用の信号についてもっと詳しく紹介していきます。日本の信号では、同じ方向を進む車と歩行者の信号が、同じタイミングで変わることが基本ですが、交通量や歩行者の多いところでは、歩行者と車の信号が完全に別になった歩車分離式という信号や、時間ごとに変わる時差式の信号、車をセンサーで感知したり、歩行者がボタンを押すことで信号が変わる感応式の信号があります。信号の下にこれらの型式の名前が書かれています。交通量の少ない夜は、昼間とシステムが変わる信号もあります。私が母国で運転するときは、歩車分離式のスクランブル交差点がたまにありますが、日本ほどいろんな仕組みの信号が入り混じっていないので、複雑に感じます。信号をしっかり見て運転していれば、基本的には大丈夫ですが、感応式の信号には注意が必要です。反感応式と書かれていることが多いと思います。この信号は赤信号のところに車が来たことをセンサーで感知して青に変わるという仕組みですが、このセンサーに車が感知されていないといつまでも信号は変わりません。ここでまた私の体験談をお話しします。ある時、私が信号を待っていたら、後ろの車から人が降りてきて、窓をノックされました。突然のことに、私は驚きましたし、変な人かと思い、身構えました。しかし、その人は私に、センサーのところまで進んでくださいと言いました。私が前を見ると、道路に白い丸が書かれていました。その信号は感応式の信号で、その丸印の位置に、センサーがあったのです。正確に言うと、丸印の上に、車を感知するセンサーが、設置されています。この印は四角だったり、違う目印のこともあるようです。私はすみませんと言って、すぐに車を前に進めました。教えてくれた人は、そんなに怒っている様子ではありませんでしたが、少し呆れていました。その道をよく使う人だったのかもしれません。確かに、私も。この信号はなかなか青にならないなぁ、と思っていたのです。あなたも、もし同じようなことを感じたときは、センサーに自分の車が感知されているかを確認してみるといいかもしれません。確認の方法ですが、感応式の信号では、感知すると、その信号にオレンジ色の四角い明かりがつくようになっているのをよく見ます。その明かりがついていなければ感知されていません。車をセンサーの位置まで少し動かしてみてください。ただ、この明かりが設置されていない信号機も見たことがあります。もしかすると、他に目印があるのかもしれませんが、そのような信号機に出会ったとき、私は
先ほどの体験談を思い出して、すごく緊張します。後ろに車が来てしまうと、なおさらです。でも、あれ以来、気をつけているからか、最近はセンサーに感知されていなかった。ということはありません。このように経験することで越えていける壁があるんですね。私の失敗談をもとに皆さんの失敗が防げると嬉しいです。次の体験談は一時停止についてです。運転していると一時停止が必要な場面がたくさんあります。車はスピードを出して移動できる乗り物なので、一時停止をすることで、スピードが弱まり、嫌だなぁ、と思う人もいるかもしれません。しかし、これは交通ルールです。車には安全速度があるので、スピードを出したいと思っている方は、一般道ではなく、サーキット走行体験などに行った方がいいかもしれません。一時停止の標識がある場所は、見通しが悪かったり、人通りが多い場所。交差点など、ゆっくり走るべき場所が多いようにも思います。安全な速度で走っていれば、一時停止も当たり前のように行えると思います。一時停止を行う場所には、標識が立っていたり、道路に線が引かれていたり、止まれという文字が道路にしっかり書かれています。信号のない交差点や住宅街の十字路、その他危ないと思う場所では、スピードをしっかり緩めたり、一時停止をして、目で見て確認をする必要があります。また、踏切の手前でも、必ず一時停止をしなければなりません。日本で運転するようになって、一時停止をする場所が日本は多いと感じます。日本人には、慎重なイメージがあるので、一時停止の印がなくても、積極的に一時停止をする印象があります。ただ、そこにたくさんの一時停止の標識を作るのも、日本人が慎重な性格である表れかもしれません。私が運転を始めたばかりの頃、運転経験の長い友人を助手席に乗せて、運転していたのですが、踏切の手前で一時停止をした際、私は止まったつもりでしたが、友人からは、もっとちゃんと止まらないといけない、と注意されました。一時停止というのは、しっかり車のタイヤが止まることを指します。止まったつもりではダメなので、しっかり止まる習慣をつけましょう。また、交通量が少ない場所でも、危険な場所には、一時停止の標識があります。このような場所では、ルールを守らない人が多いのか。よく警察が隠れて見ています。警察に声をかけられている車を何度も見たことがあります。警察も安全のためにやっているので、運転手が気をつければ捕まることもありません。自分と周りの安全のためにも、一時停止をしなければならない場所では、しっかり止まりましょう。その他には、道路で右折をする際に対向車とぶつかる事故が多いそうです。日本の交通ルールでは、右折をする際は、一時停止をして、
目で見て安全確認をして曲がらなければいけません。右側通行の私の母国では、赤信号でも右折して構いません。禁止の標識がある場合もありますが、禁止されていない場所では、赤信号時の右折は可能です。同じように、左側通行の日本で、赤信号時の左折が可能かというと、違います。日本では、赤信号の時は、直進も、左折も、右折も、禁止です。前の章でお話しした。青い矢印が出ている場合は、その矢印の方向にのみ進むことができます。また、右折時や左折時、道路の車線変更の際には、必ずウインカーを出しましょう。私が運転していて、隣の車線を走っていた車が、突然、私の走る車線に入ってきたことがあります。ウインカーを出してくれれば、私は少し減速して、譲ってあげることもできました。ウインカーは、車同士のコミュニケーションツールです。お互い安全に走るために、進路変更時のウインカーは忘れず出しましょう。次は、運転時に注意すべき歩行者や自転車への配慮です。車同士の事故にも気をつけなければいけませんが、運転するときには、歩行者や自転車、バイクにも十分気をつけないといけません。この章を主張することで、それらを改めて確認できます。私の経験談を紹介しながら、気をつけるべきことをお伝えしていきます。まず、日本では常に歩行者が優先されます。信号がない横断歩道を歩行者が渡ろうとしていたら、車は止まらなければいけません。どんな場面でも、車より弱い立場の歩行者が優先となります。もし、歩行者が急に飛び出してきたとしても、ぶつかってしまうと、車の方が罰せられます。だから、より車は気をつけないといけないのです。私も運転するときは、いろんなところを見て、小さい子供が歩いているときなど、道路に突然飛び出してこないか、気にかけています。そして、バイクや自転車は、車より弱いことに加え、同じ道路を走っています。私の母国では、バイクでの配達が多いので、車同士の隙間をバイクが無理やり進んでいくことが多くあります。日本では、あまりそんなことはないな、と感じています。バイクや自転車は、基本的に一番左を走っているので、最も気をつけなければいけないのは、左折の時だと思います。左折するときは、巻き込み確認といって、必ず、サイドミラーでの確認と、実際に振り返って、目で見て確認する必要があります。最近は、ロードバイクなど、自転車でもスピードが出ます。私は一度、車を運転していて、自転車にぶつかりそうになったことがあります。その時は、夕暮れで、少し周りも見えにくい状態でした。夕暮れの運転は、特に気をつけなければいけません。青信号で、私が左折しようとした時に、突然、私の車の前を直進しようとした自転車が横切りました。
私の車は自転車とぶつかりそうでした。とても危険な瞬間だったと。今でも思います。自転車は私の車をあまり気にしていない様子でした。私も暗くなり始めた道をもっとしっかり確認しないと事故が起こってからでは遅いなと改めて身を引き締めた体験でした。事故を起こしてしまったら怪我が治っても記憶には残ってずっと後悔すると思います。皆さんも暗い道などは特に歩行者だけでなく自転車やバイクにも気をつけて運転してくださいね。次の章では日本の主な交通標識を紹介します。私は道路標識を見てよくかわいいなぁと思います。記号や数字がレイアウトされていることは共通ですが、国によってデザインが違うからだと思います。国ごとの街並みもそうですが、見慣れないものはどことなく新鮮で、可愛く素敵だと感じるようです。日本の道路標識も数字や記号で構成されています。北海道などに行くと、道が広くて長いからか、すごく大きな標識を見たこともあります。数字が遠くからでも見えやすく、最高速度がわかりやすかったです。かわいい標識ですが、安全運転のためには欠かせないものです。ここから日本の主な交通標識を紹介します。まず、数字が書かれた標識は、基本的にその数字が最高速度を表しています。その速度を上回ると違反です。最低速度を示した標識もありますが、私はこれまで見たことがありません。基本的に数字の標識は最高速度だと覚えてよいでしょう。次に、前の章でも少し話しましたが、止まれの標識です。これは、一時停止を表します。一時停止は、安全のためにとても大切なルールです。多くは、標識の場所に、停止線という線も引かれていますが、線がない場合は、標識の手前で止まる必要があります。また、車を停止も駐車もしてはいけないことを示す標識や、駐車してはいけないこと、車で進入してはいけないことを示す標識もあります。駐車してはいけないの標識は、線が斜めに1本、駐車も停車もしてはいけないの標識は、線が斜めに2本、交差して、×印のようなマークです。この2つは、昼間や夜間など、時間が指定されていることも多いです。もう一つ、時間が指定されていることがあるのが、一方通行の標識です。通勤通学の時間などに指定されていることが多いです。時間指定がなく、常に一方通行の道も多いので、気をつけましょう。一方通行は、アプリの地図やカーナビでも案内されます。ガイダンスで、遠回りの案内をされるときなどは、一方通行の場合が多いです。勝手に判断せず、カーナビなどのガイダンスに従った方が、目的地に早く着けると思いますよ。また、一方通行は、一度間違うと、
再び同じ道をぐるっと回らなければいけないことも多いので、先に道をよく確認して、目的地に向かうことをお勧めします。前の章で話したバス専用レーンについても道路に書かれていたり、標識で案内されています。こうして標識の話をしていると、運転中はいろんなものを見て、気にしなければいけないことが改めてよくわかりますね。見通しの悪い道では、その先に信号や踏切があることや、道が狭くなることを知らせる標識があったり、通学路を示す標識もよく見ます。山の方に行くと、動物の標識も見ることがあります。地域ごとにいろんな動物の標識があるようです。私がこれまで見たのは、イノシシ、鹿、ウサギ、キツネ、タヌキなどがあります。山道では落石注意の標識もあります。落ちている石に注意してください。ここで山道を運転していた時の体験なのですが、見通しの悪い山道にはクラクションを鳴らせの標識があります。これは対向車がお互いに見えないので、クラクションを鳴らすことで、対向車がいるよと教えるための標識です。標識がある場所で、クラクションを鳴らす必要があります。クラクションにはそんな使い方もあるんですね。さて、国ごとに車の運転免許を取得するための学校や試験があると思いますが、日本の学校はとても厳しいそうです。学校の中の練習場で、たくさん運転の練習をした後、実際の道路に出て、また練習をします。筆記試験もあります。合宿で免許を取るのが一番早いそうですが、泊まり込みで一日中、運転のことを勉強して、それでも2週間はかかるそうです。私が母国で運転免許を取得したときは、数日で取れたので、この期間には驚きました。それほど厳しい練習を受けた日本の車と並んで運転をするので、気をつけなければいけないことが多いのは当たり前なのかもしれませんね。次の体験談は車の駐車時についてです。目的地に到着したら車を止めますよね。その時にもいくつか気をつけなければいけないことがあります。まず、あなたが駐車場でハザードランプを光らせている車を見つけたら、その車が動くのを待ってください。その車は駐車をしようとしているはずです。スペースが空くのを待っているのかもしれませんし、今まさに駐車しようと、急に後ろに下がってくるかもしれません。その車がどうしたいのかを見極めてから、あなたの車を進めてください。駐車したい時にハザードランプを光らせるのはルールではありませんが、周りに自分の状況を知らせるマナーのようです。私がそれを知らずに、待っていた車より先に駐車しようとして、危うくその車とぶつかりそうになったこともあります。あなたもなかなか駐車スペースを見つけられないで待機するときは、ハザードランプを光らせて待つと、周りへのアピールになるので、ぜひ活用してみてください。
私の母国にはない習慣ですが、日本ではありがとうやごめんなさいの意味で、ハザードランプを点灯させることもあるそうです。日本人らしいなと思いました。しかし、本来ハザードランプは緊急時に点灯させるものなので、場所を選ばず使うのは危険です。どうしても必要な時に使ってみてください。無事に駐車を終え、車を降りる時にはヘッドライトが点灯していないか確認してください。もちろん室内灯もです。バッテリーが上がると大変です。そうなると、車の復旧対応で、一日が潰れてしまうこともあるので、気をつけてください。そしてもう一つ、サイドミラーは畳んでおくことをお勧めします。今は、鍵を閉めると、自動でサイドミラーが畳まれる車もあるようです。私があるとき、狭い駐車場でサイドミラーを畳まずにその場を離れたことがあります。用事を済ませ、車に戻ると、私のサイドミラーが折れて、だらんとぶら下がっていたのです。おそらく、隣の人が車をぶつけたか、横を通るときに、人がぶつかった可能性もあります。サイドミラーがないと、安全に運転ができませんし、壊れたまま乗るのは違法です。誰がやったかもわからないまま、自分のお金で修理をしました。そのようなことを未然に防ぐためにも、自分で最低限の対策をしておく必要があるな、とその時、強く思いました。運転している間も気をつけなければいけないことはたくさんありますが、目的地について車を止めている間も、いろんなことに気をつける必要があることを知った体験でした。次は、車の燃料補充、給油についてです。日本ではガソリンスタンドで給油するのが一般的です。給油方法には、スタッフがしてくれるものと、セルフサービスがあります。スタッフ給油の場合は、スタンドに入ると、すぐにスタッフが誘導してくれます。ガソリンの種類は、レギュラー、ハイオク、軽油があります。自分の車にはどのガソリンを入れるのかをしっかり覚えておく必要があります。一般的なガソリンはレギュラーです。ガソリンスタンドではガソリンの種類と給油する量を聞かれます。レギュラー満タンが一番よく使われる答えです。レンタカーなどでもガソリンを満タンにしての返却をお願いされるかもしれません。レギュラー満タンというフレーズを覚えておくと間違いないでしょう。また、セルフサービスのガソリンスタンドは24時間営業が多いので、とても便利です。私が初めてセルフサービスで給油した時のことをお話しします。私の母国では、セルフサービスの給油はほとんどないので、この体験は貴重でした。給油機の前の地面に四角い枠があり、そこに車を止めるのですが、前に止めすぎて、給油口までノズルが届かず、車をもう一度動かしました。自分の車の給油口とノズルが届く範囲を考えた上で、上手に車を止めないといけません。セルフの給油機は操作自体はわかりやすいです。
レギュラーのボタンを押し、給油量を選択します。満タンボタンのほか、リットルでの表記や金額での表記もありました。少しだけ給油したいときは、これらも便利だと思いました。そして、支払いです。先に支払い方法を選んで、給油して、必要な分だけ支払います。このような仕組みです。満タンを選ぶと、何リットル給油されるか。給油してみないとわからないので、そのような仕組みなのだと思います。私は、その時、現金で支払いをしたかったのですが、現金ボタンも、現金を入れるところも見当たりませんでした。実は、現金を使う際には、スタンドに設置されているプリペイドカードを買う必要がありました。プリペイドカードを買って、そのカードで支払いをします。そして、支払い後のカードをもう一度プリペイドカード用の機械に通し、余った現金が返ってくるという仕組みでした。これがすごく面倒くさかったので、それ以降はクレジットカードで支払うようになりました。お店によっては、提携のクレジットカードのポイントが貯まったりするので、すごくおすすめです。また、スタッフ給油であれば、給油中にスタッフが、車やガラスを磨いたりしてくれますが、セルフの場合もタオルがあり、自分で磨くことができます。セルフ洗車機が設置されているスタンドもあります。安いと100円で洗車ができます。家で洗車すると準備や片付けも大変です。セルフ洗車をうまく使うと、とても便利ですよ。給油までできるようになれば、もうどこにでも車で行けますね。さあ、いよいよラストスパートです。次は、私が初めて高速道路を運転した時のドキドキ体験です。標識の章で最高速度について紹介しましたが、高速道路では最低速度が決まっていることがあります。信号もなく目的地に早く着くために作られた高速道路なので、徐行運転は逆に危険なのです。とは言っても、高速道路の入り口、出口ではしっかり減速しましょう。私が初めて高速道路を使ったとき、まず入り口から戸惑いました。ETC 専用と一般専用、そのどちらも使えるゲートがあります。ゲートが見えてきたら、自分が入りたい入り口に車線を移動する必要があります。車が多くて、なかなか車線を移動できないときは、行きたい方向にウインカーを出して待ちましょう。きっと譲ってもらえます。私は一般のゲートに進みました。そして早速失敗しました。入り口の機械から通行券が発見されるのですが、その機械の前を通り過ぎてしまいました。すぐに係の方が来てくれたので、よかったのですが、このような時に、券を取るために車をバックさせてはいけないそうです。後ろから次々に車が来るので、とても危険です。万が一、発見器をスルーした場合は、係員が来るのを待ちましょう。通行券を取らないと、ゲートのバーは開きません。
その時は混雑していなかったのでよかったですが、係の方は少し呆れていました。通行券を無事に手に入れ、高速道路に入ります。目的地への案内看板に従って、進行方向を決めます。進んでいくと、高速道路の本線に入ります。これが初心者には難しかったです。すべての車のスピードが速いので、それを考えた上で、車間距離などを計算して、タイミングよく本線に入ります。ウィンカーも出してくださいね。そして、そこからは、決められた速度で走らなければいけません。慣れてくると、走行は難しくありません。しかし、分岐や出口に進むとき、早めに車線変更をしておかなければいけません。私は、車線変更が遅れたために、目的の出口で出られず、一つ先まで行ってしまいました。日本の高速道路の出口は、左側にあることに対して、母国は右側走行であるため、そこも常に気にしておかなければいけませんでした。通り過ぎたことで、環状線をぐるぐる回り続けたこともあります。せっかく高速道路を使っても、これでは早く到着できません。皆さんも高速道路では運転に気をつけるのはもちろんですが、行き先、分岐、出口に合わせて早めの車線変更をお勧めします。体感速度が狂うので、出口ではしっかり徐行して、一般道に戻りましょう。さあ、いよいよ最後のパートです。ここでは、万が一の緊急時の対応についてお話しします。事故時の対応は、車を運転する皆さんであれば、ご存知かと思います。私がここでお伝えしたいのは、当事者になった場合より、運転しながらでも、できるサポートについてです。具体的にまず一つ例を挙げると、緊急車両が通るときです。パトカーや救急車など、サイレンを鳴らして走っていくときがあります。私は運転中に音楽やラジオを聞きますが、大音量にしないようにしています。サイレン音にすぐ気づけるようにです。サイレンが聞こえたら、まず、窓を開け、バックミラーなどでどこから聞こえるかを確認します。自分の後ろから救急車が来たときは、ハザードランプを点灯させ、車を動かして、緊急車両が通れるようにスペースを作ります。最初は、周りの人の動きを、見よう見まねでやっていましたが、今では率先して動くようにしています。突然の状況でも、そのようにすべての車がすぐに緊急車両のために動けば、少しでも早く緊急車両が目的地につけると思うからです。当たり前のことではありますが、運転するときには、このことを常に気にしています。自分がどんなに急いでいても、緊急車両に道を譲ることは、とても大切なことだと思います。また、トラックから荷物が落ちたり、衝突事故が起きたり、予告なく道が通れない時もあります。そのような時も、周りの車にも異常を知らせるため、ハザードランプを点灯させます。高速道路では、渋滞している時に、ハザードランプを光らせます。
予定していない徐行や停止をすべての車がしなければいけないとき、ハザードランプを点滅させることで、今起こっている状況を知らせることができる。私は車に乗っていてもコミュニケーションを取れるんだ、と、こういった状況にほっとします。母国でも緊急時にはみんなが協力し合いますが、日本にいても、母国と交通ルールが多少違っても、自分に何かできることがあるのは嬉しいです。最後に、私が友人とドライブで高速道路を走っていた時に、遭遇した事故の話をします。2車線のうちの内側の1車線に反転した車がありました。運転手の姿は見えませんでしたが、運転席のエアーバッグが開いていたので心配になりました。しかし、高速道路は急停車するともっと危険です。私は友人と話して、道の先にあった緊急用の電話ボックスを使うことにしました。くぼんだ路肩に車を止め、後続車が来ていないか、安全を確認してから車を降りました。ガードレールの外に自動でつながる電話が置かれているのですが、それを使って通報しました。一つずつ状況を確認されて、それに応えていきました。事故車の運転手はもう脱出していて、無事だったそうで安心しました。私が何もしなくても大丈夫だったかもしれませんが、後で気にしてしまうより、友人と一緒に行動を起こせてよかったね、と話しました。どの国であっても、車を運転することは、常に危険と隣り合わせだと思います。それを自覚した上で、安全に、楽しく、車に乗れるといいですよね。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや、学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。